こんな宝物が出てきたよ。緊張。武村の春の海ひねもすのたじのたじからこの句を鑑賞しやんせよというのに対してだね、春の海にはひねもすという魚がのたりのたり泳いでいますっていうんだ。おまけにこのひねもすに宙がついていて、この魚は主として豪州の方に多く住んでいて、川はハンドバッグを作るのに用いますとあるんだ。じゃあ一つ作文の傑作を読みましょうか。これは僕は本当に傑作だと思うんです。我が希望、それは言うまでもなく今度の入学試験を無事にパスして本校の学生となり、ゆくゆくは女の学者にでもなりたいということだった。昨日まで、いや今日の第2時間の歴史の講座が終わるまでその希望に取りつかれていた私だった。しかし私は今10分前までの私の希望を放棄する決心のもとにこの作文を書き出さねばならなくなったのだ。そのわけは私には最初からこの学校に受験する資格がなかったのです。私の左手の薬指は小さい自分に怪我をして関節の屈伸が不能なのです。そこで私は去年ここに入学した先輩の方から入学講座の時の身体検査は非常に厳重で、試験官の前で両手を揃えて10本の指の開閉屈伸を試され、それが不完全だったらどんなに学科試験がよくできても弾かれてしまうということを聞かされていました。初めからダメなことが分かりつつ、なぜそれでは受験する気になったのか。それは私が弱いからだ。私は高等教育を受ける女の学生の生活に漠然とした動機を抱いている。それはしっかりした根拠があるわけではなく、ただ自分の教養を人に誇りたい船舶な気持ちが多分に混じっていたのである。極端に言えば一種の虚栄心だったかもしれない。私はうちの暮らしが楽でないことを十分に承知しながら、なおかつそういう生活に鍛えたかったのである。学科試験さえよくできたら身体検査の方は試験官の目をくらましてやりましょう。そんな弱いずるいことまで考えていた私だった。愚かな私、軽薄な私、皮肉なことに昨日も今日も学科試験は意外によくできた。だが最後のこの時間になって今まで持ちこたえてきた悲しい偽りを私自身がもはや支えきれなくなったということはなんていう皮肉なことであろう。私がこんな暴露的な文章を書いている心の底には、あわよくば先生方の同情を引いて特別に入学を許可してもらおうとする卑しい気持ちが動いていないわけでもない。けれどもそれは健康な肉体の私が最も侮辱する私自身の醜い影に過ぎないのだ。そうだ、私は今から見知らぬ大きな町を当てどもなくさまよい歩いて、その間に明日の我が身の振り方を決めることにしよう。私は健康であり、それゆえに美しくもある。私の前には広い緩やかな生活の川が流れている。これを読まれる先生、どうか私の正しい幸福な未来を祈ってくださいます。さようなら。今帰ってきたばっかりなのにまた西回り行ってくれって嫌になっちゃうな。何かご用ですか？前の看板見まして、使っていただけますでしょうか？ああ、そうでしたか。どうぞおかけください。学校は？横手の女学校を卒業しました。横手からわざわざ来たんですか？本当は女子専門学校の試験受けに来たんです。
さては試験滑ったね。まあサブちゃん、試験は明日もう一日あります。今までのとこ割合によくできたと思っております。それなのにどうして？うちがあんまり豊かでないので、この上1年も2年も学士出してもらうの気の毒ですから。ああ。でご両親が承知しますか？父は私がすること何でも信用してくれてますし、母は警母ですけどとてもいいお母さんです。私が話すれば反対しません。ほらいほらい。お父さんのご商売は？馬を仲買いする馬黒です。体は丈夫ですか？ええ、とても丈夫でよく食べます。ほう。よく食べる？よく食べますかね。ご希望は車掌ですか、事務員ですか？無論事務員でしょうな。運転士になれればいいと思うんですが。運転手？は月給を余計いただけると思ったからです。それに私おてんばですから。おてんば。はあ、これは驚いた。なかなかはっきりしてる。それじゃあ今日はこれくらいにして、とにかく家に帰って皆さんとよく相談してください。こちらでも考えてご通知しますから。じゃあどうぞよろしくお願いします。さようなら。さあ、じゃあ俺もおいとまするかな。お、帰るのか？うん。もっとも俺の勝ちだからな。いや、決して後をつけるわけじゃありませんよ。僕は家に帰るんです。僕の家は映画館なんです。どうです？映画見ていきませんか？無理にお誘いしても入場は取りませんよ。まあサブちゃん。じゃあさよなら。何か？私の名前のところも聞いてくださらないでご通知いただけるんでしょうか？あ、これは失礼失礼。おところと名前は？秋田県横手町横町、佐江村智子、斉藤の斉です。智子の友は月辺に月って法要の方の字です。あ、ただいま。あ、智ちゃんおかえり。早かったね。明日だと思ってたんだよ。どうだったの試験は？そりゃ智ちゃんのことだもの、大丈夫に決まってる。そりゃそうだ。決まってる決まってる。あら、決まってるって発表見なきゃわからないわ。それよりさ、お土産これおとっつぁん、これおっかさん、あらこれ銀次郎。銀次郎は？あいつには呆れて物が言えないよ。また何かあったの？何かあったとこの騒ぎじゃないよ。お鉢空っぽにしてしまいまって。本当に節前だってのに呆れた子供だよ。今あと大急ぎで炊いてんのさ。大盛りで15、6杯も食ったろ。15、6杯？私の記録3試合破ったわね。銀次郎、私の記録破ったね。15、6杯も食べたんだって。言ってくれるなよ。後悔してるんだから。後悔してる？育児がないね。さあ、お土産よ。時計か？時計買おうと思ったけどやめちゃった。高いんだもん。チェ、そんなことやろうと思ったんだ。さあ、シャツ着てごらん。シャツか。近くな時計買ってくれりゃいいのに。姉ちゃん、でかすぎるよ。銀次郎育ちがいいんだもの。少し大きめの買ってきたのよ。来年あたりぴったりするわよ。それまで肩上げして腰上げしてればちょうどいいわよ。そうかな。これでぴったりすると国技館からもらいに行きやしないかい？さあ、これもお土産よ。将棋か。よし、教えてやろうか。姉さん、町の風吹かれてきたからいつもと少し手筋が違いますよ。なあ、言ってら。来い。試験どうしたい？試験？怒ったのかい？こっちゃしないけど。けど、どうしたんだい？けどが机じゃ怪しいな。ねえ、銀次郎。なんだい？やそう。よさなくたっていいじゃないか。
黒原違いの兄弟だからってそれあんまり水臭いでしょうだ。じゃあ言うわ。まだお父っつぁんにお母さんにも何にも話してないんだけど。親にも言えず恥ずかしやか。バカ。本当はね、土地で気が変わって試験半分しか受けてこなかったの。どうして？その代わりある自動車で働くことにしたの。運転士。運転手？いいな。俺も学校辞めちゃおうかな。バカ。負けるもんかい三門自動車。負けるもんかいバッタ飛行機。何言ってるんだい円太郎。何をやっこだこ。事例通り働いていただくことになりました。住み込み通勤はご随意ですが、なるべく住み込みを希望しております。手当は見習い中食費以外に10円差し上げます。これはだんだん昇給して、あなたのお友達が専門学校を卒業して何かの職に就く頃、きっかりそれと同額の給料にしてあげたいという当方の考えです。なお念のために申し添えますが、当方ではあなたのこともご家庭のことも。じゃあ学校行かないのかね。学校行きゃいいのに。今度の卒業生の中から10人も上の学校行くっていうの。そりゃ先生になりたい人も女医になりたい人もお産婆さんになりたい人もお嫁行く人だって6人もいるわ。みんなそれぞれなりたいものになるんですもの。一人くらい運転手がいたって不思議ないじゃないの。そうかね。そういうもんかね。しょうがないだろ。やってみるといいだろう。先方もこう親切に手を貸してくれてんだからな。じゃあお父っつぁんいいの？仕方がないよ。本当にいいの？ああ。まあ嬉しい。そのうちおっかちゃんがおば車をお世話になら。バカ。姉ちゃんどこ行くんだい？いいんじゃん、お来い。姉ちゃん嬉しいかい？嬉しいさ。お父っつぁんよく許してくれたね。お父っつぁんの時伏せるの入学試験は難しかった。今度は銀次郎の番だね。うん。俺勉強するんだ。ご面倒様でございます。飛行機を願います。お待たせいたしました。上島行きが発車いたします。の方、一列にお並びください。ご順に早くご乗車願います。毎度ご乗車。新しい人が入ったし、これから楽になるわね。オーライスト。ご面倒様でございます。こんなに人を増やさなくたって私たちの手当を増やしゃいいんだよ。ご面倒様でございますが、飛行機が願います。待ちどうさまでございました。上島行きが発車いたします。皆様も早くご乗車願います。毎度ご乗車ありがとうございます。ご面倒様でございますが、飛行機が曲がりますからご注意願います。曲がりますからご注意願います。ご順に先様から中ほどお詰め願います。切符を切らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちどうさま、次は坂下でございます。さあ開けるか。高等女学校卒業したのに車掌させなくたっていいじゃないか。それは分かってるよ。分かってるけど、この仕事を本気にやるなら他の仕事に一応知っておく必要があるよ。事務を取るんでも運転手になるんだって。俺だって助手もやったし、自動車の下へも潜ったんだ。なるほど、そういうもんかな。さあ今日は一つ俺が運転してやるかな。あら、サビちゃん。いや、こんにちは。今日は写真代わりね。今度新しく来た子供たちに見せてやってね。あ、大いに歓迎しますよ。ねえ姉さん、一応社長させるなんて浮田君らしい考えだね。浮田さん硬いからね。ともちゃんが早く事務の方やってくれるようになりゃ、サビちゃんにご迷惑かけなくて済むんだわね。いや、どうせ僕は遊んでるんだから。ご面倒様でございますが、これ僕がやるから君休んでくれたな。お待たせいたしました。上島行きが発車いたします。毎度ご乗車ありがとうございます。毎度ご乗車ありがとうございます。混み合いますから、買い物ご用心願います。あ、君も買ってくれたな。上村君、今
今度は君一人でやってみたまえ。私一人で？ああ、いつまでも重りはつけておからないよ。可愛い子には旅。私ね、浮田さんの車一人で乗せてもらいますの。まあそう？大丈夫？大丈夫、絶対。毎度ご乗車ありがとう。何時だったっけな。あ、そうそう。お待たせいたしました。混み合いますから50円中ほどへ。まだ混んではしないよ。じゃあごゆっくりおかけください。遠くへおいでの方はなるべく多く、近くへおいでの方はなるべく前。遠くいらっしゃる方はどなたでしょうか？そんなこといちいち聞かないで言えばいいんだよ。遠くいらっしゃる方はなるべく奥、近くいらっしゃる方はなるべく前。そうそう。どうぞお詰めください。さあ、出かけるよ。お待たせいたしました。では出発。発車いたします。ありがとうございます。どちらまで？中之島で。ありがとうございます。どちらまで？中之島。回りますよ。曲がりますからご注意ください。切符切らしていただきます。切符？僕もかい？だってお乗りになったんでしょ。浮田さんどうするんですか？パスのない方だったら切符切らなきゃダメだよ。パス拝見します。おいおい、ひでえもんだな。パスなんか持っちゃいしないよ。じゃあ切符買いなさいよ。失礼。切符切らせていただきます。そうかい。ぜえことになったな。どちらまで？終点まで行こうか。50銭いただきます。もしもし、居眠りしてると乗り越しますよ。なるべく居眠りしないでください。余計なこと言うんじゃない。だってあの人さっきから居眠りばかりしてるんですもん。それはきっといい気持ちだからだ。降りるとこが来たら起こしてやりゃいいんだ。それくらいの小さななくちゃ。じゃあ居眠りなさりたい方はどうぞごゆっくりお休みください。降りるとこ来たらお起こししますから。余計なこと言うんじゃないよ。すいません。いちいち謝らなくてもいいんだ。ほらほら、もうすぐ停留所だよ。次は停留所。八幡橋でございます。お降りの方ございませんか？もしもし、居眠りしてる方、お降りなんじゃありませんか？もしもし。そうか。
なかなか鮮やかなもんだね。見た目にはどうさなく思われたんだけど、車掌のお仕事もやってみるとなかなか楽なもんじゃないわ。お客さんはみんな私の顔見てるようで、一人でに顔がカッとなっちゃって、当然言わなきゃいけない言葉がどうしても口から出てこないんですもの。でも恥ずかしかったわ。いや、しかしおかげさまで愉快だったよ。何が？いや、退屈しなかった。私真剣なのよ。楽しまないでよ。おい、君もいくら暇だからって物好きじゃないか。高等女学校での社長の初陣ぶり、ちょっと見たいじゃないか。人おのおの賢明な生き方があるんだよ。お前のようなぐうたらな生き方をしてるやつもあると言いてんだろ。まあそういうわけだな。それはそれとして、あの子はなかなか傑作だ。うん、傑作だ。オーライ、オーライ、オーライ、ストップ、オーライ、発車いたします。切符を切りいたします。切符切らしていただきます。混み合いますから買い注文のご用心願います。パスのない方は切符をお求め願います。曲がりますからご注意願います。次は天神前、天神前でございます。お降りの方はご用意、ご用意。お支度願います。お忘れ物ないように願います。お乗りの方は、お降りの方はどうぞお早く願います。おい、もう時間だよ。出かけよう。置いてきていいかしら。後で怒りゃしないかしら。怒るような男じゃないよ。三郎さんって一体どういう方？どうってあれだけの男さ。中学から大学まで一緒だったんだよ。僕はある事情で大学は途中で辞めちゃったけど、あれの世話でこの自動車屋の監督。あれは大学を卒業して今では常設買った支配人。映画も自動車も経営者が亡くなったあれの兄貴だったんだ。じゃあお稲さんって未亡人なのね。社長はあまり運転手に話しかけないで。切符切らせていただきます。あ、じゃあ。はい。ありがとうございます。吉田一枚。23円75銭ね。ええ。あんた今日写真代わりで映画見に行った人あるけど、あんた行く？これからじゃもう遅いから。そう。さようでございます。は？あ、岡田病院ですか？はいはい、かしこまりました。今夜誰の番？おらい。おい、これどうする？帰るまで待ってるか？待ってる男のことはないでしょ。よし、じゃあ待ってるぞ。岡田病院よ。浮田さん、友ちゃんどう？ああ、なかなか大胆にやってますよ。熱心らしいわね。早くジムの方回してもらいたいわね。うん、ジムやらしてもあの子なら大丈夫ですよ。あ、あれが来るか。
今夜は静かですわね。ええ、静かですね。それじゃあこう言って金を取る。額が来るか。やっぱり負けか。あ、何でしたっけ？何でしたっけ？そう。浮田さんもうお帰りになる？ええ、そうですね。お家お帰りになるといつも何してらっしゃるの？さあ、本を読んで、おふくろと話をして寝ちゃいますね。あ、そうそう、今夜写真があれだからおふくろ活動行ってるでしょ。じゃあゆっくりしてらっしゃいよ。ええ。お茶でも入れましょうか。そうですね。ごちそうになりましょうか。じゃあ入れますわ。つまんなかった。なんだ、活動行ったんじゃないのか。行ったんですけど、パス持ってなきゃ切符買わなきゃいけないんですって。それはパス持ってなきゃ切符買わなきゃいけないよ。自動車だってパス持ってなきゃただじゃ乗せないだろ。私本当は切符買ってもいいから入りたかったわ。ねえ。入りたかったわね。あら、じゃあ見てくればいいじゃないの。あら、どうしたの？パス持ってなきゃいけないんですって。うちから来たって見てくればよかったのよ。今日三郎に切符買わしてやったからだよ。まあ、ともちゃん、サブちゃんに切符買わしたの？だって沖田さんがそう言ったんですもん。そうなの？それでかかってられたのね。サブちゃんらしいわね。じゃあ今夜諦めるんだわね。どう？活動見せてくれなかったの？ええ、バカ見ちゃった。ずいぶん水臭いわね。今夜に限ってどうしたんだろう。おかしいわね。三郎さん、帰りに置いてきたんできっと怒ってるんだわ。置いてきたってどこへ？終点の茶店の縁台へ。だってよく寝てたんですもの。そう。そりゃかわいそうだったわね。ばあさん帰り来たらしいわ。ちょっとこの茶見ててね。ええ。あ、行ってこ。あら、私の助けがないわ。誰か知らない？またトミちゃん使いっぱにしたんじゃない？いや、みんななんかしてよ。私の嫌わよ。君茶貸してね。いいわ。よく拭いといてね。トミちゃんと違うわよ。オーライ。オーライ。バックオーライ。ストップ。発車。お待ちどうさま。発車いたします。次は8万枚。8万枚です。おいの方はどうぞお乗りください。おいの方はどうぞお支度願います。一郎どうしたかな。次は中野瀬でございます。おいの方ございませんか？
降りる。おばあさん、切符。おお、切符買うの忘れたでや。25銭いただきます。おお、高えの。こんだけしかねえが、俺は目が悪いから姉さん数えてみてけれや。4銭足りないわよ、おばあさん。40もんな。あとは1問も持ってねえとも40も負けてもらえねえべか。困ったわね。バスの料金も汽車と同じで負けるわけいかないのよ。そこを特別に負けてけれや。年寄りは不憫だと思ってな。困るわね。なんとか頼むな。いいことを教える。オラが初めから乗らねえことにして切符切らなけりゃ21銭姉さんの儲けになるべやな。そうしてけれ。余計なことだわ。いいからおばさん言ってちょうだい。ダメだよおばさん。ダメだよ。料金は1銭も負けるわけにはいかないね。あと4銭払ってください。ええでねえか、姉さんが負けてけるというものを。ダメ。私が立て替えとくからいいわ。ダメだよ。そんだって銭っ子がねえもの何とするけな。銭がなけりゃ警察へ行ってもらうんだな。何？警察？そう、警察だよ。警察。誰がおめえのような青兄さんに警察など引っ張られていくもんか。俺はこう見えてもな、おめえのような安っ劇とは違うぞ。うちさければ田も畑も自分のものがちゃんとあるがな。40もぐらいのことで誰が警察なんぞいくもんか。銭っ子はなんぼでもあるぞ。出すのがめんどくせえから負けてけと言ったまでだ。さあ、ここで釣りせんけれ、釣りけれ。困るわ。お釣りがないの。50銭札あるでしょ。じゃ何でも払おうとオラほな勝手だべ。さあ、釣りせんよこせない気だか。物のわからねえ男だ。オラほんが町さ青物売りに行けばおめえたちは負けろってなんぼでも負けさせてねえか。それとこれとは話が違うよおばあさん。バスなど乗ってやらねえと覚えてろ。はい、お釣り。一問でも違ったら承知ねえぞ。おばあさん、ちゃんとあるでしょ。慣れるまではなかなか人の見分け方が難しいもんでね。俺のやり方はちょっと薄情のようだったけれども。私が負けてやろうとしたのは情け深いで本当はいけなかったのね。次は稲荷前。おいの方はございませんか。お待たせいたしました。これ。運転手さん、花嫁が乗ってるだで気をつけてけれ。ああ、承知しました。切符切らせていただきます。上島まで6名。はい。ありがとうございます。お嫁に出すか。おめでとう。ありがとうございます。わしの命だす。あんた方はどこだな。あずきさまだす。すると図動車の手入れ場まで万でも乗ってきたかな。歩いてきたす。理由はねえもんな。花嫁もか。はい。
このか足が丈夫だでな。歩いてな丈夫そうないい花嫁だ。年は何本なる？18だす。18にさちいぶ大きいもんだな。これだわ子供がすぐ生まれんな。そうなってければええだもな。よく働く子で今消えるのは惜しいとこだす。忘れてたよ。スタッフに忙しくって朝飯もろくに食わねえでみんな腹減ったべな。今のうちに食っておくべや。な通道車に乗り遅れであんねえと思って急いだで腹さ減った。さあおめも食っておくべやな。食うべや。さあさあ一つさあ食うべ食うべ。あれ何を遠慮してるだ。食ったのかべ。はあ？ねえ花嫁さんおにぎり食べるかしら。さあ食っておくべや。向こうさえ行ったら食えねえぞ。ほらほれほら。だったらよかべ。食うだ食うだ。よっ。花嫁さんおにぎり食べるわよ。次は青柳でございます。おいの方はございませんか。次は来。もっと食べてや。また食べたわよ。いつまでも指を出してるんじゃないの。持ってきてよかったな。もう一つ食っておくべや。うめえ。どうしたべ。しょうがないな。大丈夫か。よかったか。何してるだよ。いやこりゃいいことさったこりゃまあ。いやナミさんダメじゃないか。道の真ん中に逃げるなんか置きっぱなしにしてさ。いや今部長落っこっちゃったじゃないか。いいことさったな。どうしてくれよ。皆さん誠に愛すみませんがちょっと降りていただけませんでしょうか。みんな起きたじゃねえ。さあまだか。ダメだな。もっとしっかりをしてもらわないと。花嫁さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。願ったな。
丈夫か？ああ、どうだ。皆さんどうもありがとうございました。花嫁さん、お化粧すっかり崩れちゃってすいません。私が流しますわ。ああ、ねえ。丈夫なもんだなや。きれいになった。よかったらこれ花嫁さんにあげますわ。私が使ったんで失礼かもしれないけど、そんなに古くないの。まあ、せっかくだ、もらっておくべや。もらっておくんだ。ああ、すみませんね。そうです。よかった。ええものもらったでな。きれいになって。次は上島終点でございます。どなたさんお忘れ物ないにお支度願います。忘れ物ねえようにして。降りるだ、ほれ。忘れ物ないように。いた。どうかいつまでもお幸せにね。あなたの旦那様はきっといい方だと思うわ。ありがとうございました。天気高かったな。これ気をつけてるねよ。ねえ三郎さん、私も今日上がったのよ。カツ丼行ってもいい？どうぞ。パス持ってないのよ。前のさお断りだよ。さて、俺も帰るかな。姉さん、帰るよ。あら、サビちゃん、ご飯の支度してんのよ。どうです社長の気分は。嫌なこともあるけど、だんだん面白くなってきたわ。あ、バスの中で花嫁さんおにぎり食べたのよ。おにぎりを花嫁が3つ目食べたらバスがドブの中へ連行しちゃって、押し上げるの花嫁さん手伝ってくれたの。そいつは見もんだったね。せっかくのお化粧が崩れたから私直してあげたの。コンパクトをあげちゃったわ。花嫁さんバスから降りるとき、どうぞいつまでもお幸せにって言ったの。花嫁さんの目に涙が光ったけど、あの涙嬉し涙かしら。そんな時はなんとなく泣けるんじゃないかしら。あの花嫁さんきっと恋愛結婚じゃないと思うわ。どうかあの花嫁さんの旦那様が肩幅の広い男らしい人でありますように。
ねえ君は片幅の広い男が好きかね？男はやっぱりたくましい方がいいと思うわ。それでだな。この頃片方を広く見せるために慰問だけ入れるっていうのがあるんだってさ。三郎さんのような人じゃない？僕は入れるとしたら天秤棒入れるね。どうせ入れるんだから。どうせ入れるんなら物干し竿入れたらどう？じゃあ物干し竿を入れるとして、ねえ君はそういう花嫁のような結婚の景色をどう思う？恋愛結婚じゃないとして。そうね。私のおじさんがお嫁さんもらった時の話よ。ご祝言が済んで自分たちの今に二人きり取り残された時、おじさんはお嫁さんの顔を見て、ずいぶん鼻の大きな女だなと思ったんですって。ところが何を話していいんだか話すことが分かんなくて困っちゃったんですって。でも何か話さなきゃ礼儀に外れるようで、おじさん夢中でこう言ったんですって。お前様のうちには梅の木がありますかの。すると花嫁さんは、はいござります。何本あるかの。はい、3本ござります。花が咲くかの。はい、咲きます。やっぱり実がなるかの。はい、なります。それっきりおじさんおばさんがとても可愛くなっちゃったんですって。いい話だね。そのおじさんもおばさんも昔も今も親戚中の模範夫婦でいるのよ。そりゃそうだろう。しかし人間が生きとる究極の意義は、そういう素朴なものや自然なものに対して自分たちの知恵や威力を食い込まして、それを合理的なもの、それから科学的なものとして戦い取るところにあると思うんだよ。火気厳禁よ。これがすなわち恋愛の倫理ともなるわけだ。また大きく見れば、あらゆるものに対するそのような努力の過程が人類の文化というもんじゃないかしら、というわけさ。とても難しくてよくわかんないわ。よくわかんないけど恋愛って素晴らしいもんらしいわね。三郎さん、そんな恋愛いくでもしたの？冗談言っちゃいけないよ。そんな恋愛がたびたびあってたまるもんか。今のとは恋愛の理想言ったまでさ。さあこれから天秤棒で入れて決まるかな。天秤棒入れて決まらなくても今だいぶ決まってたじゃないか。聞いてたのか。聞いてたの？浮田さんどっちがいいと思う？さあね、梅の木もよし、天秤棒もいいだろう。それよりサイモン君、もういっぺん乗っててくれないか。あら、今度のバス君ちゃんの番じゃない？ああ、それがなんだか気分が悪いらしいんだ。どうしたんでしょう。君ちゃんは？知らないわよ。今もこう言ったけど。気分があるんですってね。君ちゃん、気分が悪いんですって？私変わったいからお部屋帰って休みなさいよ。智子さん。いいわよ。早く帰ってお休みなさいよ。湯川さん行くの混んでいいかね？いいですよ。ともちゃん、今日はもう上がりじゃないの？君ちゃん体が悪いっていうから私変わってあげたの。あら。じゃあ私が変わってあげたのに。いいのよいいのよ。中島さん、お願いします。いや、ご苦労さん。君ちゃん、本当どうしたんでしょうね。たびたび変わってやると癖になるよ。いいのよ。私自動車乗ってるの大好きなの。そうですか。結構ですね。中島さん。お待たせいたしました。床焼きでございます。あれ、東回りか西回りか？西回りだ。よし、じゃあうちの前に乗せてもらおう。おいおい、天秤棒忘れてるぞ。ち、垂らせんなよ。おいおい、待ってくれ。おい。和江ちゃん、あんた寝るんだったらさっさと寝ちゃいなさいよ。そんなことしてると風邪ひくわよ。ほらほら、洋服着替えて。大パンク、遅くなっちゃったわ。お腹すいた。すいません。あ、君ちゃん、気分どう？寝てればいいのに。ええ。
私やめようかと思うの。どうして？せっかく慣れてきたのにやめることないじゃないの。辛かったのは今までよ。あ、君江ちゃん、あんたポケットに何か入れられたんでしょ？ポケットって何よ？昨日ね、私いつの間にかポケットに変なもん入れられちゃったの。変なもんって何？ラブレターよ。へえ、あんたに。ずいぶん慌てたやつね。あら、君江ちゃん、あんたも入れられたの？そんなことしたら構わないから張り通してやんなさいよ。やめることなんかないわ。私はそんなことじゃ。じゃあどうしたの？君江ちゃん、あんたどうしてもやめるつもりなの？やめることなんかないわ。私いつもそう思うの。人間何でもやりだしたらやるだけやらなきゃダメよ。ね、頑張りましょうよ。ともちゃん、慌てたやつってどういうことなの？あら、あんたまだ気にしてたの？ごめんなさい。バカにしてるわ。ありがとうございます。次は中野線でございます。お見の方はございませんか？よう、いや、お出かけでございますか。発車いたします。君江ちゃん、今日は元気だわ。おう、いいのかい？お待ちどうさま、発車いたします。どうかしたんだかい？どうしたんだ？どうしたんだよ？あ、生まれそうだよ。生まれそうだよ。運転手さん、車止めてけろ。そりゃ困ったな。パパ、次の村まで我慢できねえか？我慢できるかよ。かまね神様の授かりもんだ。車止めろ。止めてけろ。いや、困ったな。頼むのかな、これも。どうしましょう。男たちはみんな車から降りてけろ。降りてけろ。男じゃどうもしょうがねえだ。困っただな。運転手さんどうしましたこれ？他のことは誰かサンバさん呼んできてけろ。サンバさんってお前こんな山ん中ね。どっち行ったらいいだろう？よし、俺やってくれ。いや、いいかな。どっか近くにあるかいな。野々村さん、役場から事務所へ電話かけて、代わりの車すぐ来るようにね。しっかりしっかり。よしよし。ほら、男の族でね。よしよし。しっかり。水汲んできてけろ。もうじきもうじき。動くでねえよ。動くでねえってば。今サンバさん来るだでな。我慢しちゃダメだ。我慢しや。動くでねえよ。しっかりして。どうしたどうした？おれ、男の男でねえ。そうか。あ、よしよし。お、来た来た。おお、おお、来た来た。いや、入ってきた。早く早く早く。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 みんなの後ろそんなに慌てることはねえだよ。私の下で安心しておくれよ。お願いします。
さんも骨が折れたぞ。いやどうもご苦労さん。いやどうもご苦労様でした。本当にお疲れ様。わしが巡査をやってからバスの中のお産は初めてだよ。そうでございましょう。去年リンゴ畑の小屋で小じのめくら夫婦に子が生まれたが、生まれた子供は大きな目を開いてたよ。駐在所の旦那は何なんで5人じゃよ。みんな畳の上でな。娘さん、子供を産むなら畳の上がいいよ。どうしたんべな、おい。男だべえかな女だべえかな。ああなあ、どうしたんだ。どうしたんだよ、おい。でっけえ話だから男だべきっと。ああ、男ならいいやな。随分仲間べな。そうだよ。どうやら人じゃねえな。私んだわ。やっぱだ外てたんだ。どんな風かと思って先生にも来ていただいたのよ。誰？浮田さん。おう、驚いたら。ええ、驚きもしたけど私初め嫌だと思ったわ。嫌だ？でも女は惨めだと思ったわ。でも苦しんでる妊婦も女ならそれを手伝ってるおばさんもおばあさんも女だし、私も女だったわ。だから自分たちの将来に待ってる女としての大きな務めだって気がついたの。そこへ気がついたのは大変によろしい。子供を産むって女でなきゃできないことなんですもの。私女に生まれてよかったと思うわ。それは男は逆立ちだって赤ん坊は産めないよ。男の人ってむやみにえばってるけど、女の方がずっと大地に足を強く踏みつけて生きてると思ったわ。そりゃ男がむやみに威張っちゃいけないけど、赤ん坊は産まないけど男だって強く大地に踏ん張ってるよ。まあこの問題はお互いに貸し借りないことにしようじゃないか。浮田さん。浮田さん、奥様だったらいたわってあげる？僕はいたわらんかもしれんな。あら、じゃあ奥さんに愛情持たないの？それは持つだろうさ。だからその愛情をどんな風に表すかっていうのよ。それか。そうだな。僕は女房が好きであればあるほど女房に対して特別無口になり、そして時にはつまらんことでブツブツ小言言うだろうな。あら、でもブツブツ小言言うことも愛情の一つの表現法なのね。浮田さんらしいわ。いや、僕ばかりじゃない。日本人は愛情でもその他の感情でも
軽々しく外へ表さない習性を持ってるんだ。でもなんとか他に愛情の表現法ないもんかしら。近頃若いやつらの中には西洋の映画や小説の影響を受けて大して上等でもない愛情をむやみに派手に表したがる連中がいるがね。手を握ったり首っためにかじりついたり。いやいや、あれは嫌だわ。運転手さん、車掌さん、生まれた願望にお祝いをしてやることになりましたからね。賛成してくれねえですかな。あ、それはいいでしょう。賛成だわ。どうもありがとうございます。運転手さんと誘ったな。救してくれたから。ああ、そうでございますか。どうもありがとうございました。これだけ。どうもご苦労様でございます。ちっとばかり愛嬌と教育があるからって何も特別扱いしなくたって良さそうなもんじゃないの。車掌なら車掌らしくストップオーライって言っていればいいのよ。そうそう、その通りその通り。誰でも運転手にさせてもらうならさせてもらいたいもんだわね。おい、やめるぞ。君ちゃん、中島さんの車？私遅番だから代わってあげようか。代わってくれる？じゃああんたの代わりに私西回りに乗るわ。じゃあ秋田さんに断っといてよ。お願いしてくるわ。さあ、まっすぐ行って。はい、右切って。私の番、雅子さんに代わってもらっていいですか？ああ、どうしたんだ。また気分でも悪いの？私、雅子さんの代わりに西回りに乗ります。たびたび勝手なことしちゃ困るな。さあ、今度僕がやろう。よく見といてね。さあ、町行ってみよう。三郎さんだわ。おい、どこ行くんだ。練習だ。よかったら後ろへ乗らんか。乗ってもいいけどパス持ってないぞ。負けとくわ。そうか。じゃあお安く負けてもらおうかな。君はあの子どう思う？ああいう人柄は嫌いじゃないね。君は？僕だってああいう人柄は嫌いじゃないさ。でも僕の肺活量を持ってきては調子を合わせきれん。ラッパのような娘だ。未完成だが幅回り厚みのあるたくましい娘だよ。でも君なら調子が合わせられるだろう。さあどうかな。お、花の乙女アブが止まってる。長女だとなおいいんだから。アブだって不自然じゃないよ。何笑ってんの？いや、花の頭に止まったのは蝶々だと絵になると思ったが、サブちゃんはアブでも不自然ってないでさ。どうせ私はアブよ。営業用の運転手だからお客さんがいないと寂しいだろう。
お客様だったら後ろに乗ってよ。そうですか。お手柔らかに頼みますよ。バックオーライオーライ。見に来て。オーライオーライ。頼む。隣の部屋、今日も宮池が来てるかい？ええ、朝からお店の方が随分見えてますわ。随分？人気があるんだな。今は誰か来てるかい？浮田さんいらしてますわ。浮田か。もう治っても運転手はコリコリだらね。私ちっとも後悔してないわ。治ったらまたもりもり練習するつもりよ。でも三郎さんにはお気の毒だったわ。そうだ、サブローのお見舞いしてやらなきゃ。三郎さんとこ今日まだお見舞いしなかったの？ああ、さっきちょっと覗いたんだがよく寝てたから。そう、三郎さんによろしくね。ああ。お、起きてるね。ついでか？ついで？何が？お隣のさ。あ、大人でよろしく言ってたよ。そうか。元気かね？ああ、あの調子なら退院も早いだろう。どうだい、君の経過は？うん、やっぱりいいようだ。病院ってところはなかなかいいところだよ。久しぶりでゆっくり考えられた。これはなかなかいいや。おい、お前お嫁さんもらわないか？お嫁さん？うん。早くもらっておふくろさんに安心させてやるよ。そうも思ったんだけどなかなかその弾みは来ないんだな。僕だよ。まあ銀次郎だ。おっかさんね、活気で来られないんだよ。そう、さあ早く赤ん坊下ろして。もう早く太って。こいつむやみにしょんべん垂れるから気をつけなよ。かわいいわ。おっかさんね、赤ん坊連れてきちゃいけないって叱ったんだけど、俺姉ちゃん喜ぶだろうと思って連れてきたんだよ。そう、それありがとう。これで3人兄弟になったわね。兄弟3人だわ。あ、いけない、忘れた。何慌ててんの？相変わらず慌てもんね。今のお父さんですの？ええ、赤ん坊店連れてきてくれたの。そうですか。さっきね、お向かいの部屋に堺の若奥様に入院してらっしゃるのよ。うとうとしてらしてひょいと目を開いてみたら赤ん坊を持った中学生がテーブルのカステラを食べてたんですって。若奥さんはびっくりしたけど中学生も慌てて逃げ出したんですって。まあ銀次郎だわ。どうしましょう。あの子いつだってそんな間抜けなことすんのよ。困ったわ。よろしかったらそのカステラ持ってっていいわよ。じゃあいただきます。後で赤ちゃん見せてね。ええ、さよなら。銀次郎、お前バカだね。せっかくおっかさんが作ってくれたぼた餅、お向かいの部屋忘れてきちゃったんだよ。お前お部屋間違えてカステラ食べちゃったんでしょ。自動車屋のおばさんがいけないんだよ。階段上がって3つ目だって教えたんだもん。俺姉ちゃん寝てると思ったから。ご挨拶もしないのにお菓子手出す人がありますか。本当に恥ずかしいわ。
俺は腹減ってたんだよ。これお土産だよ。このカステラお迎えの部屋でもらっちゃった。それからね、赤ん坊見せてくれってさ。赤ん坊？じゃあ私がお連れしましょうか。そうすいません。よろしくね。はい。内科だったらぼた餅なんか耐えられないけど外科でよかったわ。ああ、美味しそう。上の半分どうしたの？そんなことで食べちゃったんだよ。相変わらずね。これ三郎さんにも。ねえ、お前これお隣の部屋持ってって。お前礼儀知らなかったら変なに頭下げるんだよ。君、これなんだい？なんだい？三郎さんとこさっきからお見舞いの人来てるようだけど誰かしら？よその女の方ですわよ。よその女の人？誰かしら？ずいぶん長いわね。お見舞い方々何か言いたくて来たんだけどもう帰るわ。ああ、さよなら。そう簡単に言われると帰りたくなくなるわね。私変な性分ね。民次郎は7時の汽車で確かに送って返したよ。すいません。ご迷惑だったでしょ？ない。なかなかいいかいな少年だよ。ねえ北さん、三郎さんとこよその女の人が来てるって誰でしょう？そう。気になるかい？別に気にするわけじゃないけど。ずいぶん仲良さそうだわね。大きな声出すんじゃないわよ。エンジンかけてみようか。あ、エンジンよりジャッキを下ろしてくれたわ。絶対だ。さあ、試運転だぞ。ねえ北さん、病院で三郎さんとこ訪ねてきたよその人って一体誰でしょう？退院の時も迎えに来たんですって。ひどく気になるんだね。気になるならまあ三郎に聞いてみるんだね。そんなこと三郎さんに聞きやしないわ。やきもち焼いてるみたいで。
にまたお客様になってくれないかって呼んでこないの。さあ三郎さんお客様になってくれるかしら。三郎さん。まあおかけなさい。サブちゃん、この人ね、紹介しなさいよ。紹介したってお互いに友達になれっこないんだからよそう。私失礼します。あら、私がもうじき失礼するわよ。どうせ私にはもうサブちゃん用がないんだから。ケチな言い方するなよ。幾度も言う通り君も含んだ今までの生活全体が嫌になったんだよ。仮にそうだとしておくわ。でも何があなたの気持ちをそんな風に変えたんでしょうね。病院でいろいろ考えたんだけど病院ってとこはいいところだよ。あなたも見上げた度胸ね。私とサブちゃんがはっきり別れるところを見届けに来るなんてやることが悪だすぎるよ。女同士ってこともあるのよ。おい何をするんだ。ほらごらんなさい。やっぱりそちらをかばうじゃないの。つまらない女性をするもんじゃない。三郎さん、あなたはここからしばらく出てってください。そうだ、サブちゃんには出てってもらった方がいいわ。出て行けったって出て行かれもないじゃないか。大丈夫よ、もう心配しなくたっていいわよ。出てけって言葉がいけなかったら少し遠慮してよ。そうか。じゃあ後のことは2人で勝手に話しようがいいや。すいません。私時々夢中になるもんですから。仕方がないわ。私の方が先に手を出したんだから。でもあなたは大変な力持ちね。すいません。私英子っていうの。遊び半分新聞社へ勤めてます。あなたは智子さんって言うんでしょ。ええ。私本当に何も知らずこの部屋入ってきたんですの。お邪魔して本当にすいませんでした。いいのよ、謝らなくたって。私サブちゃんにお別れに来てるところなんですもん。サブちゃんは芯がくたびれた女は嫌だっていう気持ちらしいし、私はどうやら芯がくたびれてるらしいし、女はくたびれないうちに結婚するのが一番いいのよ。あなたも年頃なんだから早く結婚しちまいなさいよ。まだよっぽど痛みますか。少し。ごめんなさい。あなたのって大きな手らしいわね。そうかしら。そうか、それはすまなかったな。悪いとこでともちゃんやっちゃったね。いやいいんだよ。しかしこれからはともちゃん俺を軽蔑するだろうな。しかしそれで君を軽蔑するようならともちゃんは普通の女だよ。
姉さんも眠れないの？ええ。ともちゃんも？ええ。ともちゃんはどうして眠れないの？私こんな眠れないこと生まれて初めてだわ。女学校自分試験勉強で徹夜しようと思ってもすぐ眠っちゃった私よ。あ、そうそう、眠れないことがこの間もあったわ。入院してる時三郎さんとこよその女の人を訪ねてきたわ。私今日その女の人を殴っちゃったのよ。まあどうして？もっとも私から先手出したんじゃないんだけど、三郎さんもうその女の人飽きちゃったらしいの。飽きたっていうよりも今までを清算するつもりだったのかもしれないわ。とにかくお別れしてる最中に私は飛び込んじゃったのよ。まあその女の人にしてみると何もかも面白くなかったんだわ。いきなり私のほっぺたらピシャッとぶつんですもの。私は夢中になって殴り返しちゃったわ。乱暴ね。きっと痛かったわよ。私の力の方が3倍くらい強いんですもの。かわいそうになって謝っちゃったわ。そしたらその女の人どうした？いろいろ話し合ったの。女は芯がくたびれないうちに早く結婚した方が一番いいんですって。その人だいぶくたびれてるらしいのよ。それで私にも早く結婚しろだって。誰と？誰とって私そんなこと考えて眠れなかったんじゃないの？じゃあ姉さんのはなんで寝られなかったの？私？姉さんもそんなこと考えたんじゃない？腕相撲しましょうか。腕相撲？しましょうよ。変な姉さんね。しましょう。姉さんなんか負けないわよ。私だって細くったって力があるのよ。いい？いいわ。1、2、3。何？喧嘩？何？腕相撲よ。腕相撲？どうしたの？腕相撲に負けたからって泣く人あるかしら？バックオーライ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 ストップ。浮田さん、私思い切って運転手の試験受けてみようと思うの。いいだろう。うちらまた受けりゃいいんだ。自信あるわよ。おいおい、腕相撲に負けて泣いたってじゃないか。あら、負けたから泣いたんじゃないわ。負ける前に泣いちゃったのよ。だから負けちゃったの。あの時なんで泣いたか自分では分かんないの。それは君が大人になったからだ。そうかしら。もっと大人になれば腹の中で泣くんだよ。もっと大人になると空で泣くんでしょ。空で？空涙。姉さん、私腕相撲に負けて泣いたでしょ。あれ大人になったからなんですって。誰が？浮田さんが。もっと大人になるとお腹の中で泣くんですって。だから姉さんくらいになるとお腹の中で泣くのね。浮田さんって真面目な顔してて時々面白いこと言うわ。そういうとこが北さんのいいとこなのよ。姉さん浮田さん好きなんでしょ。なぜ？どうもそうらしいわ。姉さんと浮田さんが結婚したら似合いの夫婦だと思うんだけどな。まあ女って進学食べれないうち結婚しなくちゃダメよ。
じゃあ本当のこと言いましょうか。何？私結婚してもいいと思ってんの。まあ姉さん、じゃあ早く沖田さんに話せばいいのに。大きな声出すんじゃないわよ。もう沖田さんの方から話があったの。まあ沖田さんの方から？で眠れなかったのね。興奮したんだわ。だから腕相撲したかったのね。まあ驚いた。道理でえらい力だったわ。でも私が負けたの力に負けたんじゃないわよ。急に泣けてきちゃったからだわ。大人になったわけね。浮田さんって真面目な顔して面白いこと言う人かと思ったら、真面目な顔して真面目なことも言うのね。何のことだよそれ。お客様来てるよ。私に？ああ。あなたでしたの？私北海道のおばんとこ行くことになりました。サブちゃんには送ってもらいたくないけど、あなたに送っていただきたいような気がした。北海道いらっしゃるの？ええ。向こうへ行って今までの生活のほとぼりを冷まして、適当な相手があれば平凡な家庭生活に入るつもりですの。だからあなたも早く。結婚なんてまだ私。そのうちサブちゃんの方からあなたに申し込みがあるかもしれないわ。あなたさえよかったら。サブちゃんもなかなかいいとこがあるのよ。私本当はそれを言い忘れてたから来たの。あんた免許証取ったからってジムの方を当分手伝ってくれないと困るわよ。せめて中田だけでも運転手の方入れさせてよ。ともちゃん、さっき雪田さんに君江ちゃんと正ちゃんの売り上げの成績調べろって言われたんだけど、2人ともとても成績悪い時あるの。どら5日がそうでしょ。7日11日もそう15日。あら、中島さんと組んでる時いつも悪いのね。本当だわ。まさちゃんか君江ちゃん知らない？まさちゃん1位の車だからもう帰ってくるでしょ。君江ちゃんは今度中島さんの車だからそこら辺にいいんでしょ。そう。君江ちゃん、あんたなんか隠してることあるでしょ。隠してること？変なこと言わないでよ。ないことないでしょ。ないわよ。あんたよく気分が悪いって他の人に代わってもらったことあったわね。私も代わってもらったことあったでしょ。調べてみたらいつも中島さんの車の時よ。悪いことしてたんでしょ。あんたが言いづらかったら私が言いましょうか。すいません。私がここへ入ってすぐ中島さんの車に乗った時、10円どうしても足りない時があったの。建て替えるにも金はないし、困ってると
中島さんがお客に切符を売らないことにしてごまかす方法を教えてくれたの。それからは中島さんの車に乗るたんびにそういうことをさせられるし、しないと脅かされるし。だから今までにだって幾度もやめようと思ったけど、でも中島さんが君江ちゃん、君江ちゃん。うんと泣いた方がいいわ。胸が楽になるから。もうしょうがないや。本当はここで一暴れしたいんだが。まあおとなしくクビになるんだね。おい君やめるんだったら俺はこの間立て替えた玉屋の金返してくれよ。そう大してはもらえないだろうけど、退職手当から取っといてくれ。おい君、退職手当もらうつもりか？スズメの涙ほどぐらいは出るだろ。さあ、いよいよ君にも運転してもらわなきゃならない時が来たよ。運転を？ああ。フィルムなんか担いでどこ行くんだ？八幡橋小学校の学芸会の影響でフィルムの掛け持ちやってるんだよ。この頃ひどく商売熱心なのね。いや、手が足りないからだよ。これを持ってってすぐ持って帰るんだよ。この頃朝早起きだってね。冷水摩擦やってるそうじゃないか。ラジオ体操もするんだって。おい、からかうなよ。あれ？君が運転するのかい？いや、僕は。あら、降りるの？だって、またどって僕はともかくとして、このフィルムを届けなくちゃ。私免許証持ってるわよ。お待ちどうさま、発車いたします。ありがとうございます。三郎さん、パス持ってたの？いいえ。じゃあ切符切ったの？でもあの方は。ダメよ。パス持ってなかったら、たとえ知り合いでも親戚でも恋人でも夫婦でも切符切らなきゃダメよ。切符切らせていただきます。切符？細かいのがあったかな。細かいものがなかったら立て替えてくれるか？お釣りを差し上げます。八幡橋までいくらだい？25銭いただきます。あら？いつかの花嫁さんじゃないかしら。
おい押してくれよ。やっぱりあの花嫁さんだわ。ああ、あれがおにぎりの花嫁さんか。花嫁さん円満らしいわ。お婿さんは肩幅よりも腹幅の方が広いらしいね。